何してんの何をやってるんだ君は。小学5年生から中学2年生までの81名が3人それぞれ優勝を狙います。大川町では町を挙げて算数と数学の学力向上に取り組んでいて、どうした？何を取ってるんだ？何を取っている？何取ってるんだ？肖像権の侵害です。僕にスマホよこせ。そうなの。そうなの。僕にスマホよこせな。あ、おいしいね。車内から流れる豪快な洗車の様子に子どもたちはびっくりした様子でした。長町営業所にはヌール工場があります。普段目にすることができないオレンジになりますが、重さ10トンの車体を持ち上げて車体の下側から行う整備作業に子どもたちは興味津々の様子でした。特に洗車のやつはちょっとびっくりしました。バスが子どもたちには夏休みの大切な思い出となっていました。仙台小学校でも若者の高校率が低く、教科を使った東北学院大学三橋キャンパスに特別な出場コートが設置されます。今日、東北学院大学三橋キャンパスでパフォーマンスを披露したのは、仙台市長選挙のコマーシャルに出演している仙台育英学院高校の子どもたちです。一票に力があるので、自分そして全員を捉えて皆さんに選挙に行きたいなと思います。仙台市選挙管理委員会では若者の投票率アップを目指し、票数アップの仕方が東北学院大学三橋キャンパスの事実上の投票所を開設しました。今日は仙台市選挙区職員と選挙の啓発を行う市民ボランティア委員会が学生に投票を呼びかけました。大学に勉強をされているので、非常に難しいところに投票できる機会がある
点について考えてみようという取り組みが行われています。市民が考えるテーマは、もし私が市長になったら。おととい、仙台市中心部のアンケートで回答記載をしていたのは、ネットメディアで若者を中心に選挙開発を行う NPO 法人エリア人メンバーです。今、仙台にいらっしゃる方々の仙台市長になったらどういうことをやりたいのかっていうところをお聞きしてインタビューしていました。私が仙台市長だったら自分の住む町の未来を真剣に考えて多数の意見を冊子にまとめ、今回の市長選挙で選ばれる新しい市長に届けようというプロジェクトで、メディア人や協力する市民有志などが行っています。仙台市ってどうなってほしいとか、こういうのがあったらいいなみたいなこと、キャッチ、やられたみたいな張り紙あるじゃないですか。はい。まあ、でもみんなやってるじゃないですか。そうですね。なんでなんですかね。ジャズフェスとか天ぷらとかそういうのが結構ありますけど、ミュージックフェスティバルっていうふうにもう一括りしてやった方がもっと盛り上がるんじゃないかなっていう。このプロジェクトを企画した理由の一つが、今回の市長選挙での争点の見えにくさです。例えばなんか10年ぐらい前だったら、その東西線を作るのかどうかとか結構分かりやすい争点があったと思うんですけど、最近はもうそういうのもなくて、もう一回改めてその仙台市長選の争点というか、なんか仙台市が今本当に求めてること、市民が求めてること何なのっていうのをもう一回考え直してみたいなっていう。前回2021年の市長選挙では過去最低の投票率でした。あんまり興味がないって言っちゃあれなんですけど、そこまで触れる機会がないということで、いろいろ考えて思ってることあったのかな。候補者の方見てどんなことしてくれるのかなって感じ。それエネオスがそれタンクローリーなんで。キューピーちゃん。ということは、おほおほほほ。
お父ちゃんのお肌にしゃぶしゃぶしてあんだわ。あっ